はい、お疲れ様です。西田麻也の北川です。今日もね、フェルト教室始めていきたいと思います。今回もね、作家になるために必要な考え方の話をしていくんだけれども、結構 YouTube のコメント欄もそうだし、LINE なんかでも質問をいただくので、これはみんなにね、シェアした方がいいなっていうような質問はね、こうやって動画にして回答するので、ぜひね、コメント欄にね、どんどん書き込んでください。はい。でね、今回ね、いただいた質問はね、僕がね、ハンドメイド市、マーケットとかフェスとか、そういったものに参加されていたんですかっていう話と、自分の作品のマーケティングの仕方や宣伝方法も教えてくださいっていう、2つの質問が来たんでね、これに答えています。まずね、僕、ハンドメイドのイベントとか、マルシェとかも含めて、そういったものはね、参加したこと一度もないです。でね、これね、なんでかっていうと、理由が3つくらいあるんだけれども、1つはね、時間がないなって考えたのね。で、当時、僕がこの仕事を始めた頃って、やっぱりね、実力がないから、まず、これを仕事にして食べていくためには、自分の作品のクオリティを上げなきゃ。で、作品のクオリティを上げるためには、もう絶対的に技術をつけるために練習をしなきゃいけない。だからもうね、起きてる時間すべて、本当にすべて、食事してる時間と入浴の時間以外、もちろん睡眠もね、それ以外は全て本当に作品を作る練習とかをしてた。もちろんね、息抜きで、そのことを記録するブログを書いたりもしてたけど、とにかくね、全てこの活動に、本当に1日12時間とか13時間、もう、これ全然嘘じゃなくて、毎日それをやる。で、それをやっていくために、やっぱりね、その時間がね、他のことにね、割けなかった。だから、とてもじゃないけど、このイベントごとに参加するなんていうことができなくて、だって準備大変でしょ？申し込みするのだって大変だし、それに出すための作品作りだって大変だし、それも練習にはなるけどね。でも僕はその作品を販売するっていうのじゃなくて、あくまでもオーダーを取ってやっていくって決めてたから、なのでね、そこに時間を割けなかったので、参加したことがありません。あともう一つはね、今もちょっと触れたんだけれども、僕はね、オーダーでやっていくって決めていたから、だからそのイベントに参加しても、そこに僕のお客さんは来ないって思ったわけね。だってさ、僕のお客さんって9割がペットロスの方だから、その子に似た姿の作品を作ってほしいっていうのが、やっぱりニーズだからさ。で、そう思ってイベントに来る人なんていないと思う。例えばさ、ハンドメイドのイベントがあるったら素敵なアクセサリーあるのかなとかね、バッグとか洋服あるのかなって来る人はいると思う。だけどそこにうちの子オーダーやってるからって来る人いないと思う。だから僕はそこに時間をかけてもすごく無駄になるなと思ったから、だからやってないっていうのが2つ目。最後ね、3つ目の理由なんだけど、これがね、一番大きな理由なんだけど、これね、僕のあくまでも個人的な意見ね。ズバッと言ってしまうと、このね、ハンドメイドのイベント、マルシェとかこういったもの、そういったものに参加して、成果を出していこうっていう、この戦い方自体が僕は間違ってると思う。っていうのはね、これちょっと誤解がある言い方なんだけれども、でも素直にそういう感覚だったよね。何が言いたいかっていうと、ハンドメイドの世界さ、この販売方法ってずっとあるじゃない？結構昔からね。実際にお店出して、バザーっていうものがマルシェっていう名前に変わってきただけでさ、いろんな呼び名で、結局やってることはほぼ一緒じゃない。で、今はね、時代が大きくなってきて、どんどんその、ね、フェスになったりとかさ、大きなイベント、北海道だったら札幌ドームでやってるモノビレッジとかさ、それこそ、デザインフェスタなんて国際的なイベントなんだよね、多分ね。よく知らないけど。でも、めちゃくちゃすごい人数で規模でやってるし。この規模になるとさすがに、またちょっと違った次元の話になってくるけど、でも、多くの人がね、誰もが参加できるような、そのマルシェ、ちょっとしたね、イベントごとで、小さな規模、もしくは中くらいの規模のハンドメイドイベントってさ、やっぱり昔からあるでしょ？で、何が言いたいかっていうと、昔からあるような、その同じ戦い方をみんなやってくるわけで、その中で、ハンドメイドで食べていける人は、たくさん生まれてるのっていう話なの。生まれてないじゃない。それはもう数値に現れてるじゃない。現実問題周り見渡して、ハンドメイドで、この人ハンドメイドだけで食べてるよっていう人、何人っていう感じ。ほぼいないでしょ。ということは、そのやり方じゃ通用しないんだよねっていうことがもう結果として現れてるじゃん。これがね、そのやり方で、どんどん有名な作家さんが生まれてってんだったら、それは、その戦い方は勝率が高いから、やるべきだと思うのね。だけど僕は、傍から見てて、めちゃくちゃみんな失敗してるじゃん。そっから有名になっていく人ってほぼいないんじゃない？いたら、ハンドメイドで食べていける人は数パーセントなんて言われてないよね。1% とか 2% なんて言われないよ。っていうことは結果が伴ってない戦い方だから、それに参入したら負けるなと思ったからやめたの。これが一番。僕はもうとにかくこれを、もうこれで食っていくって決めたから、もうビジネスとしてしっかり確立できなきゃ無理だから、だからもうとにかく勝率の高いことをしっかりやっていこうって思って、それが大きな3つの理由かな。そんなところだね。これね、誤解のないように言っておくけど、ハンドメイドのイベント、マルシェとかそういったものを否定してるわけじゃないの。
これはね、絶対にあった方がいいの。ただ、僕が目指しているものの中にそれを入れてしまうと、むしろデメリットしかないから僕はやめただけであって、そうではなくて、実際にそういうイベントに出すことで得られるメリットっていうのはさ、しっかりとやっぱり作った作品をもう目の前に、お客さんの目の前に展開できるって、これめちゃくちゃすごいこと。いくらインターネットの時代になったっても、画面越しに見るのと実際に目の前でさ、なんだったら触って見れるのって、これ違うじゃん、受けれるものがね。だからこれはめちゃくちゃやった方がいいの。だからその人が目指すこと、やりたいこと、それから扱ってる商品、作品、それから届けたいお客さん、これによって全く戦略が変わってくる。僕にはこのハンドメイドのイベントっていう戦略は絶対に合わないからやめたっていう。だから会う人は絶対的にやったの。だってさ、そのさっき言ったモノビレッジとか、そのデザインフェス、そんなのなんてさ、もうすごいじゃん。めちゃくちゃ何万人どころじゃないでしょ。すごい人数来る。で、それはもう、ね、参加することだけでも、ものすごいなんか価値のあることだと思うの。そこで、その準備ってすごい大変かもしれないけれども、そこで得られる経験、体験っていうのは、やっぱりお金に換え難いものだと思う。それの経験をすることによって次のステップアップにつながったりするから、それはね、やった方がいいから、僕はこのイベントごととかマルシェを否定するつもりはない。ただ、あまりにもむやみやたらにみんなハンドメイド作家になりました。みんなやってるから私もやりますっていうのは安易だよね。とはいえね、やっぱりさ、そういうイベントごとにさ、行ったりした時に、かっこよく見えるじゃない。やってる作家さんとか見たらさ、うわ、すごいなんかおしゃれだしさ、キラキラして見えるしさ、いつかなりたいって思って憧れもあるから、それでやってみるの全然いいと思う。ただ、やってみた時に、その自分のこれからやっていきたいこと、叶えたいこと、ゴールだよね。このゴールの向かってこの目標設定したこの延長線上に、それが入らないのであれば、優先順位として低いのであれば、やっぱり何かをやろうと思ったら何かを捨てなきゃいけないから、やっぱやるべきことを選ばないといけないからさ、その時にやってみたけどちょっと違うなって思ったら、軌道修正しなきゃいけない。とにかくなんかイベントに参加すればいいっていう風潮は、ちょっと間違ってるんじゃないかな。しっかり自分の目的と照らし合わせて考えて行動に移さないともったいないよねって話。時間がもったいない。決して無駄にはならないんだけどね、その経験はね。でもね、そんな理由でね、僕はやらなかったです。はい、そんなとこです。でね、自分の作品のマーケティングの仕方や宣伝の方法ね、これはね、結構大事よ。これめちゃくちゃ大事。多くのやっぱりハンドメイド作家さんってやっぱ作ることが得意だから、手先器用でさ、で考えてさ、イメージするセンスもあるわけじゃない。で、やっぱりその自分のこのイメージをどれだけ形にするかっていうのに全集中する。それはそれでいいんだけど、で、それがいいところもあるし、悪いところは、その作ることばっかりに力を使いすぎて、肝心のしっかりとこの販売していくっていうことをしっかり考えない、勉強しない。そこに時間を費やさない。これがやっぱりね、良くない。本当にやっぱりこの作品を作って、販売してちゃんと利益を上げようって思うんであればだよ。それであればやっぱりその戦略を練ってやっていく。で、さっき言葉の中に出てきたけど、マーケティングっていう言葉があるんだけど、マーケティングって言ったらさ、聞いたことある人もいるかもしれないし、初めて聞く人もいるかも。で、なんか横文字が出てくるとさ、よくわかんないじゃん。でね、マーケティングって今、パッと思い浮かべて、一言で言ったら説明できる。言語化できる。多分ね、できる人ね、いないと思う。ほとんどいない。できる人は、相当ビジネスをしっかりかじってる人が、これ勉強してる人で、わかんないよね。なんとなくわかるけど、ぼやっとしてる。で、マーケティングって簡単には言えないんだけど、一言で言うなら、商品を作って、それをお客さんに届けるまでの流れとか仕組みとか、そういうことを、全般的にマーケティングって言うんだけども、単純にね、流れだなって思っとけば。で、例えばね、これね、やってる人もたくさんいると思うから、イメージしてほしいんだけど、どっかのさ、お店に委託販売で出してる人多いと思うの。で、この委託販売で出してるお店自体がどこかっていうことが重要になってきて、例えばそのハンドメイド雑貨をいっぱい集まってるとかさ、輸入雑貨なんかを扱ってるような雑貨屋さんの一角にブースでこう、ハンドメイド作品を置かせてもらうのは、それはね、ありだと思う。そういう商品を求めに来る人が多いと思う。それはね、あり。だけど、よくさ、カフェとかに行った時に、レジの横のスペースとかにさ、ハンドメイドブースみたいなのできてる時あるじゃん。で、あれを見た時に、僕毎回思うのが、ここに出店しているハンドメイド作家さん、分かってないなって思うのと、あと、そこに商品を置かせてあげてるカフェのオーナーももったいないなって思ってる。で、これなぜかっていうとね、僕ね、よく奥さんとバイクでツーリングに行ってカフェに寄るのね。で、カフェに行く目的は、バイクで走ってさ、景色のいいおしゃれなカフェに行って、
そこでなんかその空間を楽しんで、コーヒー飲んだりとかさ、スイーツ食べ、それを楽しみたいわけ。その空間、おしゃれな雰囲気とか、ちょっと非日常的な、この癒しを求めていくわけで、行ったら、ハンドメイドのブースなんかあってさ、で、僕は仕事柄やっぱりそれが目に入るから、あっと思うんだけど、でもね、ただの一度もね、欲しいって思ったことない。さっき言ったように、なんか、ハンドメイド作家さんも、カフェのオーナーも、どっちももったいないことをしてるなって思うわけで、これなぜかっていうと、今言ったように、僕らお客さんっていうのはそこに何を求めに行ってる。ほとんどのお客さんがおしゃれなカフェでなんか素敵な時間を過ごしたいとかさ、それが目的で行ってる。でもそこに、それと全く関係ない商品が置かれていても欲しいと思うわけないじゃん。で、それを求めに行ったのに、その空間を壊すような一角があるわけ。どっちも損してる。ハンドメイド作家も一生懸命頑張って作った作品を置いてるのに、素敵な商品なのに素敵だって思われない。そう、カフェのオーナーも素敵な空間を演出すべきなのに、ここにもったいないことをしてるから、なんかちょっと残念な空間って思われちゃう。どっちも損してる。それが流れっていうのを分かってない人たちがやってる。で、同じカフェに委託販売で置くにしても、例えば猫カフェ。猫カフェにハンドメイドの猫グッズで、それをいっぱい置かせてもらう。これはね、流れとしては正しいわ。なぜかっていうと、猫カフェに来るお客さんっていうのは、いろんなお客さんがいると思うんだけども、やっぱりね、何か事情があって、自宅では猫が飼え、アレルギーがあるとかさ、いろいろあるじゃない。あとはその、賃貸の問題で飼えないとかね。で、そういう人が、一時ね、猫と触れ合うことができるから、猫カフェに来て、猫触ったさ、癒されて、行くわけじゃない。で、そのお客さんにいい時間だったなって思ってたお客さんが帰り際に、ここに、レジの横に、さらにさ、なんか可愛いさ、癒されるような猫グッズがあったら、それは欲しくなるよ。だって流れ合ってるから。猫に癒されに来たお客さん。猫に癒されて、もう、もったいないな、いい時間だったな、まだ帰りたくないけど帰らなきゃなっていう時に、さらに癒される。家じゃ猫飼えないから、このグッズせめて買っていこうかなって、めちゃくちゃ流れ綺麗にできてる。これはわかる。こういう風に展開している人は、やっぱりそのマーケティングっていうものを勉強してて、そういう風に展開している人。ここがね、決定的に違うと思う。だからこの流れっていうもの、流れっていうとちょっとなんかぼやっとしてるんだけど、もっとわかりやすく言うと、お客さんが何を求めてそこに来る。そしてそこに来るまでに何を考えて、どういう行動をとるのかっていうことをイメージできないと、お客さんに物をしっかりと買ってもらうことができない。これがみんな下手くそ。で、特にハンドメイド作家はこれがめちゃくちゃ下手くそ。で、宣伝の方法も全く同じ。宣伝の方法っていうのも、独りよがり、作家側ね、商品を販売する側の独りよがりで、これいいんだよ。僕の作った作品こんなにいいんだよ。素敵でしょっていうのは別に、そんなの誰も買ってくれない。そうではなくて、お客さんがそれを見てどう思うか、どう感じるか、どう行動してくれるか、それを考えて宣伝をしてあげる。じゃないと全然トンチンカンなところに宣伝しても全く意味ない。そういうこと。とにかく一番言いたいのは、お客さんが買ってくれるまでの流れの仕組みとか、あとは宣伝の方法も、一番のコツは、お客さんのことを考えて作る。それが一番。はい。そんなところです。こんな感じでね、こんなことはどうなってるんですかとか、どんなことをやってきたんですかとかで、いろいろね、質問があると思うの。で、これはね、もう本当に僕が実際に試行錯誤してやってきたこと。で、もう失敗談もたくさんあるし、成功したことが少ないけどね。そういった経験からね、いろいろ喋れることは喋るし、あとは勉強してる中でね、これはシェアした方がいいなっていうものを含めてね、話をできるので、どんどんね、こういう質問はね、してきてください。はい。そんなわけでね、今回の話ためになるなって思ったらね、いいねボタン。それからね、チャンネル登録してない人はね、ぜひね、チャンネル登録して見てってください。はい。それでね、最後までご覧いただきありがとうございました。はい。ではまた。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは、羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人や、もっとスキルアップしたい人、そんな人に向けて、リアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。